はいはい、こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、ということで今日もやっていきましょう。今日はですね、まだ3月なんですけど、最高気温が18度ぐらいありまして、結構あったかい日だなーって思っています。あったかいんですけど、やっぱり春って本当にね、日本の春って風がすごく強いので、やっぱり今日も風は強いです。なので風が強い分、ちょっと最高気温18度よりは低く感じるんですけど、それでもあったかめかな、ちょっとずつ春にはなってきたかなっていう感じです。皆さんはどうですか？もう春になりましたか？それともまだ冬と春の間だなって感じていますか？それとも違う季節の国に住んでいますでしょうか？よかったらコメントで教えてください。はい、それでは今日も私が一人でたくさん話すポッドキャストをやっていきたいと思います。皆さん何かをしながらでもいいので、たくさん日本語を聞いてぜひ勉強していってください。はい、それでは今日のテーマはてれん、初めての福岡旅行行ってきたイエーイ皆さんは福岡県に行ったことはありますかね。日本の福岡県は九州地方にあります。日本の南の方にある県です。私は今愛知県に住んでいるんですけど、愛知県からだと飛行機で1時間から1時間半ぐらいですね。なのでちょっと遠いかな。飛行機で行けばそんなに遠くはないんですけど、簡単に行ける場所ではないですね。で、私はですね、福岡県にずっと行ってみたいなって大学生ぐらいの時から思ってたんですよ。なんかやっぱり福岡って食べ物美味しいし、食べたいものがたくさんあって、でおしゃれなカフェとかもたくさんあるので、ね、福岡行ってみたいなって思ってたんですよ。で福岡で有名な食べ物としては、明太子と豚骨ラーメンと、あといちごかな。他にもいろいろあるんですけど、その3つが結構大きな有名な食べ物かなと思います。なのでそう、ずっと福岡に行ってみたいと思ってて、やっとその夢が叶いました。叶ったんですけど、その初めての福岡旅行はですね、1泊2日であんまりゆっくりはいなかったので、そんなにねたくさんは食べてないです。本当はもうちょっと長めに行く予定だったんですけど、なんとその次の日に今シーズンのレギュラーシーズン最後の、バスケの試合があるっていうことで、そう私が応援しているバスケットのチームの最後の試合があるっていうことで、絶対に行かないといけないってなって、はい、そんな感じのスケジュールになりました。でですね、その試合がしかも家から歩いて10分ぐらいの会場でやるっていう試合だったんですよ。なので、いやこれは行かなきゃいけないっていうことで、その福岡旅行をもう1泊2日にして、でそのね2日目すぐ帰ってきて試合に行くっていう予定になったので、その初めての福岡旅行はちょっと短めになりました。はい、でもですね、すっごく楽しめたんですよ。そうだ、そしてこの福岡旅行の目的、一番の目的は、ライブに行くことでした。はい、
それもあって、今回はライブがメインなので、福岡でゆっくりするのはまた次でもいいかなっていうことで、そんな感じのスケジュールにもなりました。後で誰のライブに行ったかは話しますので、ぜひ最後まで聞いていってください。それでは今日はですね、スマホにメモをしましたので、どんな感じの旅行だったかっていうのを話していきたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。みずきです。チャンネル登録お願いします。それでは、まず1日目ですね。1日目はお昼の1時ぐらいに飛行機を出発する予定でした。で、なのでお昼ご飯も空港で食べちゃおうって思ってたんですよ。そう私のパートナーと一緒に行ったんですけど、お昼ご飯も名古屋の空港で食べて、でそれでその後飛行機に乗ったらちょうどいいかなっていう話をしてたんですよね。なんですけどちょっとね、ここからハプニングの話になります。到着が結構ギリギリになってしまいました。うちから空港まで車で1時間ぐらいかかるんですけど、11時過ぎに空港に着いたんですよ。お昼ご飯を食べないなら余裕で間に合ったかなっていう時間だったんですけど、お昼ご飯を食べるってなるともうちょっと早く着きたかったかなっていうところでした。なんでかと言いますと、そのお昼の11時12時ぐらいってやっぱりね、みんながお昼を食べたい時間帯なのでめちゃくちゃ混むんですよね。なので案の定すっごい混んでました。どこのレストランも混んでて、フードコートも混んでてっていう感じだったんですよ。でその中でもまだ並んでいる人が少なそうなお店を選びました。でそのお店は、とんかつ屋さんでした。とんかつ和光っていう私が大好きなとんかつ屋さんの一つなんですけど、和光に並びました。で、11時半ぐらいには並んだんですけど、結構ね混んでたりしてたので、お店に入って注文して料理がやっと来たのがなんと12時過ぎでしたね。で12時半ぐらいまでにはゲートに行かないといけなかったんですよ。なのでその12時5分10分ぐらいに料理が来て、わあやばいと思って15分ぐらいで急いで食べなきゃと思って、もうめちゃくちゃ人生で一番かっていうぐらい急いで食べてたんですよ。でそしたらなんとお店の時計が5分早く進んでいたことに気づきまして、なのでなんとか全部食べきることはできたんですけど、とにかくめちゃくちゃ急いで食べました。でよしこれなら間に合うぞと思って、食べ終わってお会計してお店を出て急いでゲートに向かいました。でチケットを見せたら、なんとターミナルがここじゃないということに気づきましたね。空港のスタッフさんにですね、その飛行機はここじゃないですよって言われました。でうわーと思ってその時気づいたんですけど、私たちは第2ターミナルに行かないといけなかったのに、そのレストランで食べていた場所はなんと第1ターミナルでした。第1ターミナルから第2ターミナルまで結構離れてます。距離があります。なので本当に焦りました。もうなんかあと10分ちょっとぐらいしかないっていう感じで、本当に飛行機間に合うのかなってね。人生で飛行機これまで何回か乗ってきましたけど、飛行機間に合うか不安になるっていう経験は初めてでした。なのでもうね、
お腹いっぱい食べたばっかりだったんですけど、もうそんなの関係ないと思って、もうめちゃくちゃダッシュしました。ね、ピンチだったのですっごい急いで走りました。ちょっと気持ち悪くなりながらも10分ぐらいダッシュしてなんとかよかった間に合ったと思ってゲート入ったんですよ。そしたら上からアナウンスが流れてきまして、なんと30分ぐらい飛行機が遅れるそうです。ねえ、走らなくてもよかったじゃんって思ったんですけど、まあそのねアナウンスを聞くまでは本当にわからなかったのでしょうがないですよね。遅れそうになっていた人間が文句を言う資格はないということでね、しょうがないんですよ。はい。でも本当にギリギリだと思ったら少し余裕があったのでね、椅子に座ってふーってちょっと一息ついてゆっくりして、なんとか無事に飛行機に乗ることができました。はい、福岡旅行についてなんですけど、まずこの行きの飛行機が大変すぎて、それで結構話しちゃいました。まあね、でもトラブルも今となっては笑い話ですので、どうか皆さん笑って楽しんでいただけたらいいかなと思います。そして、やっと福岡に着きました。で、その日の夜ですね、ライブに行く予定だったので、そんなにたくさんは食べてないんですけど、空港で明太子キッシュといちごが入ったどら焼きを食べました。いやー、キッシュね、美味しかったです。明太子が入って、しかも少し小さめのキッシュで、量もちょうど良かったし、味もめちゃくちゃ美味しくて感動しました。はい。そして福岡ではイトキングっていうお店のどら焼きがすごく有名です。大きいいちごが1個真ん中に入っているどら焼きを食べました。もうこれは本当にね最高でした。でその時はなんか普通サイズのいちごかもっとさらに大きいいちごが入ったどら焼きかっていうのを選べたんですよ。ちょっとだけそっちの大きいいちごの方が高かったんですけど、せっかくなので大きいいちごが入った方のどら焼きを買って食べたら、もうすっごいいちごがみずみずしくて新鮮で甘くて美味しかったし、どら焼きとも合ってて本当に最高でした。で、その後ライブに行きました。で今回誰のライブに行ったかと言いますと、日本人アーティストなんですけど、バウンディっていう人のライブに行ってきました。彼の曲が本当に大好きで、よくダンスする時とかもたまにその曲をかけて踊ったりしてるんですよ。なのでどうかな、日本人アーティストで私が2番目ぐらいに好きなアーティストです。ずっと一番好きなアーティストは変わらずいるので、そこはさすがに変わらないんですけど、2番目に大好きなアーティストバウンディのライブに行ってきました。で彼ね本当にすごい人なんですよ。天才って言われていて、なんと史上最年少で日本のドームツアーを達成してるんです。日本でドームっていうとすっごい大きい会場なんですね。もうキャパシティがすごくてたくさん人が入る大きい会場です。なのでドームツアーやるっていうともう結構有名なすごいアーティストっていうイメージがあるんですけど、それを彼は、25歳、史上最年少で達成しました。いやね、それもすごいなと思って、なので福岡にも行きたかったし、いい機会だしそれに行こうって思って申し込んだんですよ。でその感想なんですけど、バウンディのライブは行って本当に良かったなと
思いました。彼は本当に天才でしたね。なんかSpotify とかそういう収録された音で聞くよりも生で聞いた方が100倍すごくて感動しました。なんだろう、例えるならバウンディは彼自身がもう楽器みたいな感じでした。なんか本当に自分の声をあそこまで操れるんだなって感動したんですよ。楽器を弾いているかのように彼は自分自身の声をもう自由に操って表現していて、アレンジとかもしていてね、心に刺さりました。あともう一つびっくりしたのが MC の短さです。私が今までに行ったどのライブよりも MC が短かったです。いやーびっくりでした。本当になんか歌って歌って歌い続けて、でやっと MC があったと思ったら本当に1分2分ぐらいだけ喋ってまたすぐ歌うみたいなね、体力もすごいなって思いましたし、その MC でもずっと彼が言っていたのが、みんなもっと歌ってって、一緒に歌ってって、まだまだ声量足りてないよって、もっともっと歌ってってずっと言ってくれてたんですよ。そんなに観客に歌ってほしいっていう気持ちが強いアーティストのライブに行ったのも初めてでしたね。なので本当に音楽が好きで、みんなにもそのトークとかよりも音楽自体を味わってほしいんだなってすごく伝わってきました。なのでそういうのもあって、彼の一番有名な曲、もう彼のことが好きな日本人だったら全員が知っているであろう有名な曲が流れた時に、本当に観客みんなが全力で歌ってて一体となってて、それもね本当に感動しました。どうなんですかね、その日本以外の国ではどうですか？アーティストのライブに行ったら観客は一緒に歌うのが普通ですか？それとも観客は歌わないで、あくまでも基本的に歌うのはアーティストで、時々ここ歌ってよっていうパートがあったりしたら歌うっていうのが普通なのかどうなのかなっていうのがちょっと気になるので、よかったらコメントで教えてください。そして、もう一つすごいかっこいいなって思ったことがあったので、それも話させてください。さっきね、史上最年少でドームを達成したって言ったと思うんですけどね、なのですごいことなんですよ。それ自体すごいことなのに、彼がそのライブの MC の中で言った言葉が、ここを通過点にしようでしたね。本当に多くのアーティストにとって夢の舞台がドームなんですけど、彼はドームを通過点にしようって、みんなでもっともっと上に行こうって言ってて、いやーやっぱすごい天才だって思っちゃいました。なので勇気と感動をもらえて本当にいい経験になったので、行ってよかったなって思えたライブでした。もし皆さん機会があったらバウンディの曲を聴いてみてください。おすすめです。はい、そしてライブが終わった後、夜ご飯を食べたんですけど、夜ご飯はシンシンっていうお店に行きました。そこで豚骨ラーメンが有名なので豚骨ラーメンを頼みました。で豚骨の味は私もともと好きなんですけど、そこの豚骨ラーメンもすっごく美味しくて、でトッピングもチャーシューとか、あとキクラゲとか乗っていて、すごくそれも美味しかったですし、もちろん卵とかネギとかも乗ってて美味しかったです。で、唯一麺だけは私にとっ
ってあんまりしっくりこなかったかなっていうところです。麺がすごく細麺だったんですよ。ね、そう福岡のラーメンは細麺が多いって聞いたことはあったんですけど、自分が思っていた以上に細麺だったので、そう個人的にはもうちょっと太くてもいいかなって思いました。もちろんね、それは好みの違いなだけなので、その細麺が絶対に合っている、好きだっていう人もいると思うのでね、それで全然いいと思うんですけど、自分的にはもうちょっと太くてもいいのかなっていう、新しいラーメンの好みを発見できた時間でもありました。はい、まあでも全体的には美味しかったので行ってよかったです。そして、さっきも話した通り、次の日はもうすぐ帰ってバスケの試合を見に行くっていう予定だったので、次の日は朝8時ぐらいに出発する飛行機に乗ってもう愛知県に帰りました。はい。で、少しだけゆっくりして、準備をして家の近くの会場に行ってバスケを見ましたっていう、そこまでセットの旅行でしたね。でもね、人生初めての福岡旅行は本当に良かったです。行って良かったです。で、実はですね、この後3月にも福岡に行きました。私の誕生日は2月14日なんですけど、その3月にもう一回福岡に行って、それをバースデー旅行として行ったので、そこでもっともっともっとたくさん美味しいものを食べましたので、その話もまた紹介させてください。別の動画で話そうと思っていますので、よかったら見てください。はい、それではここまでにしようと思います。皆さんは福岡についてどんな経験がありますか？もしくはまだ行ったことがないよっていう人は行きたいなって思いましたか？よかったら福岡についてでもいいし、バウンディについてでもいいし、ライブについてでもいいし、何でも大丈夫なのでコメントよろしくお願いします。はい、それでは皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。いつも通りですが、チャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。まだまだチャンネル登録者2000人目指していますので、どうかご協力よろしくお願いします。そして私の日本語オンラインレッスンはプレプリと愛登記でやっていますので、興味がある方は一緒に日本語を勉強しましょう。話しましょう。それでは今日はここまでにしたいと思います。今日も来てくださってありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。またね。See you later. Bye bye.